お祈りメール。就職活動をしている若者にとって、これは呪いのメールに等しい。希望していた企業と縁がなかった。つまり就職に失敗した時に送られてくるメール。その数が30に達した時、俺は都市部の大企業への就職を諦めた。おはようございます。おはよう、伊藤くん。今朝も元気で何より。職場の工場へ出勤した俺を出迎えたのは、この三和工場の社長である三輪さん。朝の玄関掃き掃除が日課になっている。見た目はいかついが人の良いおじさん。日に焼けた肌にサングラスは本当に闇社会の人間に見えるが、とても穏やかな人だ。手伝いますよ。いいよいいよ。私が好きでやってるんだから。俺も好きで手伝うんですよ。タイムカードを切るまでに少し余裕がある俺は、もう一本のほうきを持ち出して一緒に掃き掃除を始める。三輪さんはニコニコと俺を見ながら手を動かしていた。君は本当に気持ちのいい若者だね。そうですか。なかなか就職活動には結びつきませんでしたけど。だからうちに来てくれたんだろう。私はとてもいい縁をもらったと感謝しているよ。就職に失敗して地元の小さなこの工場に就職した。はじめは本当にそう思っていたのだが、三輪さん、俺はここに来られてよかったと思っていますよ。なんでだい？君は都市部への就職を希望していたんだろう？最初はやっぱり都会への憧れがありましたから。でもここに就職して、ここで働いてみて、地元を大切にする三輪さんの気持ちがとてもいいなって。これは本当、俺も一旦の若者だ。それは都市への憧れもあり、大企業でバリバリに働くという野望もあった。それでもここで働くようになって、小さいけども必要とされている場所に必要なものを作って届ける温かさ。それを一つ一つ丁寧に行う気配り。そして何より地元ならではの密な企業関係。毎日が新鮮で心地よくて、俺は今本当に人生が充実しているのだ。だからここで働けて。で、三輪さん、なんで泣いてるんすか？だってな、伊藤くん。私は嬉しくて嬉しくて。泣かないでくださいよ。俺が意地悪してるみたいじゃないですか。ちりとりでゴミを拾いながらハンカチを差し出す。ゴリゴリのいかつい三輪さんだが、人情味あふれる本当にいい人なのだ。私はな、伊藤くん。君みたいな温かい人と、この地元を大切にしたくてこの工場をやってるんだ。本当に小さいことだけど、うちの工場で作っているものは絶対に必要なものだ。三和工場の飼料は良質で動物たちにも自然にも優しい。そんな声が多く聞かれる。小さな工場だが、その質の良い製品のおかげで繁盛しているのだ。ずっとずっとこの土地で必要なものを作り続けたいと思っているよ。はい、俺もずっとここで頑張っていきたいと思っていますよ。だから泣かせるなよ。そんな会話をしていると、次々に社員が出勤してきた。案の定三輪さんをいじめているとからかわれていじられたけれど、それもまた人と人の温かいやりとりで心地よさすら感じる。あ、すみません、俺友人の結婚式で明日から3日間お休みもらってます。おお、そうか。気をつけて行っておいで。お小遣いはないぞと三輪さんに付け加えられて大笑いするのであった。就職活動を終えてから寄りつかなくなった都市部。電車を乗り継いで到着した結婚式の会場は、それは豪華絢爛なもので、すげえな。思わず口からついて出た言葉に恥ずかしくなって、思わず周りをキョロキョロと見回してしまった。受付にご祝儀を出し、記帳を終えて待合室へ向かうと、お、ケイトちゃん、久しぶり。元気か？大学時代の友人たちの顔を見て思わず笑顔になる。みんな就職活動に成功したり失敗したりしてバラバラになってからなかなか顔を合わせる機会がなくなった。大学時代は夜通し遊んだり飲んだりしていたのも今となっては懐かしい。それにしても都市部ってこんなに栄えてたっけ？
それ俺も思った。地元帰ったらすげえ田舎でさ。でも田舎の良さもあるんだよな。それな、わかるわ。ウェルカムドリンクを飲みながら地元に帰った友人と田舎トークで盛り上がる。確かに地元っていいよな。俺も仕事変えようかな。おいおい、せっかく大企業に勤めたのにもうギブすんのかよ。いやさ、結局俺が欲しかったのって企業戦士っていう名札だけだったんだなーって最近すげえ思うわけよ。正直お前らが羨ましいわ。それ一歩間違えればすげえマウントだぞ。はあ、マウント以外の何者でもねえだろ。鋭い声に振り返れば新郎である友人片瀬光一の姿があった。親族顔合わせが終わったのだろう。親族の人たちと一緒に奥の部屋から出てきたところらしい。俺たちの会話をいつから聞いていたのか、ふんと鼻を鳴らしながら、えらく見下した態度でこちらへ近づいてきた。相沢と金子は都市部で就職したから合格。鈴谷は地元就職だけど、一部上場企業だからまあギリ合格。問題は伊藤だよな。え？俺たちを順番に指さして、まるで寝踏みするような態度の片瀬。そして俺を指さしながら、こみ上げる笑いをこらえながら口を開いた。お前さ、工場勤務とか、なめてんのかよ。何を言われているのかわからず首をかしげる。他の友人たちも顔を見合わせていた。しかもなんだっけ？飼料工場？マジ冗談きついぜ。片瀬、あのな、俺の働く工場はそんなバカにするような場所じゃないよ。いや、バカかよお前。都市部で就職できなかっただけでも十分落ちこぼれてんのに、その上工場って。とうとう片瀬は声を上げて大笑いを始めた。何に笑われているのかは全く理解できないが、不愉快極まりない態度だ。あのな、俺は都市部でも有名な大企業のエリート社員だぜ。嫁は副社長の娘だ。わかるか？俺とお前、住む世界が違うんだよ。帰れよ、マジ。本気で来るとは思わなかったぜ。恥ずかしくないわけ？お前。一度は都市部の大企業への就職を夢見た俺だ。その時は地元で就職なんて落ちこぼれがやることだと思ってたし、ましてや工場勤務なんて恥ずかしいにも程があると思っていた。でも今はそんなことみじんも思いもしない。でも当時の俺にそれを説明したところで理解はできないだろう。今の片瀬と同じように思うかもしれない。わかったよ。ごめん、場違いだったな。おい、ケイト。いいんだ。これは片瀬の結婚式。片瀬が必要のないと思う人間がここに行っちゃ迷惑だろ。わかりゃいいんだよ。あ、ご祝儀はもらっとくな。せっかく来てくれたんだし。俺は一つ会釈するとその場を後にした。背中に友人たちの止める声と片瀬の笑い声を聞きながら、3日間の休みをもらっていた俺だが、2日目に出勤したところ、美輪さんや同僚にとても驚かれた。それもそのはずだ。久しぶりに都市部に行き、友達と会うと話していたので、ゆっくりしてこいと送り出してくれたのは、他でもない美輪さんと同僚たち。それが休みを切り上げて帰ってきたのだ。一部始終を美輪さんに話すと、とても悲しそうな顔をしていたが、ポンポンと俺の肩を叩いて元気づけてくれた。話を聞いてもらえたことでいくらかすっきりした俺は通常業務についている。そしてそれから1週間後。はーい、休憩にするよ。今日はいいお弁当頼んだからみんなで食べようか。珍しく美輪さんが直接工場にお昼を誘いに来た。みんな手元の作業を止めて顔を上げる。ほら、行こうぜ、ケイト。美輪さん、お前のことを心配してんだよ。そうですね。声をかけてくれた同僚に倣って立ち上がると、ニコニコ笑顔の美輪さんが俺を手招きで呼び寄せた。伊藤くん、お客さんが来ているよ。え？そのまま視線を美輪さんの後ろ、入り口の方へ移すと、そこにいたのは、片瀬？そこにいたのは、
あの日結婚式の主役であった片瀬。スーツに身を包み、顔面蒼白でそこに立ち尽くしていた。どうしたんだ一体。なんか用か？伊藤。ぽつりとつぶやくその声に、この前の勢いは全くない。片瀬のただならぬ様子に何事かと首をかしげる。片瀬くん、伊藤くんに報告することがあるんじゃないのかね。なぜか美輪さんに促されて、片瀬は白い顔をもっと白くさせて、ようやく口を開いた。お前、美輪さんの工場で働いてたのかよ。え？だから、飼料工場って、三和工場のことだったのかって。片瀬くん、そんなことは見ればわかるだろ？そういうことじゃないはずだが。美輪さんがささやくと、意を消したかのように片瀬が膝をつく。すまん伊藤、俺が悪かった。え？片瀬の突然の土下座に驚いて俺は目を見開く。お前が三和工場で働いてるなんて知らなくて、あんな態度取っちまった。すまなかった。この通りだ。いや片瀬、なんだよ急に。三和工場は俺のお嫁さんのお父さん、三輪刑事さんの弟さんがやってる工場なんだ。それはつまり片瀬の義理のお父さんの弟さんが三輪さんということなのだろうか。思わず三輪さんを見ると、いつもと変わらないニコニコとした笑みでこちらを見ていた。いやー、驚いたよ。あゆみちゃんの結婚相手がまさか伊藤くんの友人だったなんてね。身内の人数を揃えるために私は出席しなかったけれど、その時から違和感はあったんだ。まさかこの工場をバカにしているとは思っていなくてね。すまなかった。頼む。許してくれ。片瀬。俺が許すも許さないも別に関係なくないか？俺が片瀬の態度を許したところで何が変わるのだろうか。そもそもあの日俺が帰ったことで何かが起きたとも思えないし。兄から連絡があってね。結婚式の日、片瀬くんの友人たちが君のことを話していたと。飼料工場に勤めてる友人をバカにして追い返した。伊藤はいいやつなのにって。ああ、そういえばあれから友人たちからは連絡が来ていて、また飲み直そうとか、俺たちは気にしてないとか、みんなが気を使ってくれていた。どうやらそれが片瀬の義父さんの耳に入ったらしく、美輪さんに連絡が行ったのだろう。片瀬、俺は別にお前に怒ったりしてないよ。でも一つだけ許せないのは、この工場をバカにされたことだ。片瀬の態度を心から咎めることはできない。もしかしたら俺も立場が違えば同じように思ったかもしれないから。けれどこの工場をバカにされたことだけは許しがたい。この工場は必要としてくれている人が多くいるし、俺たちはこの仕事に誇りを持ってる。お前が都市部でエリート社員として誇りを持っているのと同じように。だからこの工場に、ここで働くみんなに謝ってくれ。バカにしたことを心から詫びてほしい。俺の言葉にポカンと口を開けていた片瀬だが、ぐっと表情を引き締めて立ち上がった。そして最敬礼で頭を下げながら、皆さんを蔑むような発言をしまして、大変申し訳ありませんでした。心よりお詫び申し上げます。それは心からの謝罪に見えた。若い兄ちゃんよ、簡単に土下座なんてするんじゃねえぜ。そうだそうだ、そういうのはよ、嫁さんにとっておくもんだ。社員のみんなが大声で笑いながら片瀬の肩をバシバシ叩いた。驚いて顔を上げる片瀬に美輪さんが笑いかける。どうだい？そんなに悪いところじゃないだろ。あゆみちゃんもよく遊びに来ていたんだ。だから君もまた来るといい。いつでもね。ニコニコと微笑みながら片瀬にそう言うと驚きながらうなずいていた。この謝罪は片瀬の義父さんにも伝わり、無事に新婚生活がスタートできたようだ。相変わらず都市部で仕事に明け暮れているらしいが、時々連絡が来るようになった。同級生で飲む回数も増えた。今までよりもさらに充実した日々を送る俺は、
今日も元気に仕事に向かうのであった。